お疲れ様です。今回はクロード4ですね。もう今朝リリースされたばっかりなので、あまり検証ができてないんですけど、今現時点の僕の印象をお伝えしたいなと思います。で、正直、検証足りてないんですよ。なので、このタイミングで出すのはどうかなと、ちょっと思ったんですけど、あの、今回使ってて結構すぐに使用上限が来ちゃったんですよ。クロード4オーパスに関しては10回ぐらい10回いかないぐらい使った段階で制限来ちゃって、でもう他のモデルも使えなくなっちゃったんですね。もう完全にリミットが来て夜の7時まで使えませんっていう状態になっちゃったんですよ。でこれはね結構厳しいなと思って、やっぱ使いどころを見極めないと、もうその日1日とかもう夜までクロード使いませんってなっちゃうので、なので一旦ここで整理をして、でその使い道とかどういう場面で使うかっていうのをはっきりさせた上で慎重に使おうかなと僕自身は思ってます。はい。なのでその考えとか、あとは僕自身が納得するためにっていうので今回記録を取ろうと思いますので、それを共有させていただきますね。はい。でまず今本当にね現時点のクロードの印象なんですけど、ソネットに関してはぶっちゃけ3.7とそんなに印象変わらないかなっていうのが、正直なところですかね。はい。で日本語の文章もそんなに大きな差は感じないなっていうのが今の率直な意見ですね。そんなにねガツガツ使えてないんですよ。レート制限が来ちゃったんでガツガツ使えてないんですけど、大きく差はないなと僕は思ってます。で出力は前よりも速くなったような気がするので、出力が速いっていうのはねありがたいなと、はい、思ってます。で要約に関しては前よりもね簡潔な印象だなと受け取ってます。はい。なんかね割とそんなに前々からクロードって要約ってなんか割とシンプルだったりとか簡潔な印象なんですけど、3.7よりもより簡潔になったかな。でその分ちゃんと捉えるポイントをしっかりと捉えてくれてるなっていう印象になったんで、個人的にはね使いやすいですね。で中身を埋めたければ中身をしっかり充実させてって言えばいいだけなので、個人的には使いやすいなと思ってます。はい。なので総評としては好きですね。はい。クロードフォーソネットは好きです。はい。全然これからバンバン使いたいですね。でデザインの方とかそのグラレコの方とかも全然不満はないので、もう全く問題ないです。はい。で問題なのはねこの子ですよ。クロード4オーパスの方ですね。この子がやっぱりねレート制限がすぐ来ちゃうんで制限が来ちゃうと全部使えなくなっちゃうわけですよ。なんでこのねじゃじゃ馬をどう使っていくかっていうところなんですよ。でマックスプランに課金すれば使える上限が上がるんで、そんなに気にせずガツガツ使っていけるのかもしれないですけど、現状僕はプロプランなので、そんなねすぐすぐにレート上げれないなっていうのがあります。で何回か使ったんですけど印象としては GPT4.1 に似てるなって思ったんですよ。出力の印象が GPT4.1 に似てて、でなおかつ推論するっていうので賢い。なんかねそんな感じがしますね、僕の肌感覚ですけど。で GPT4.1 の、最大の特徴がプロンプト追従性が高いってとこなんですけど、これもオーパスのプロンプト追従性はね結構高いんじゃないかなと思ってます。はい。なので自分がどれくらいしっかりとプロンプトを作れるかどうかとか、その指示が出せるかどうかでこの能力を引き出せるかどうかだと思うんですよ。でプロンプト追従性が高くって自分の指示が通りやすいで、なおかつ推論してくれるっていうので、個人的にはですけど文章能力もっと上げられるんじゃないかなって思いました。はい。なのでクロード4オーパス用にプロンプトを改良してもいいかなって個人的には思ってるぐらいですね。もっとしっかりとどういうテイストで文章を書いてほしいとか、どういう構成でとか、その辺の指示をしっかりと組み込んであげて、でなおかつ YAML 形式で指示が通りやすいような形式にしてあげてっていうので文章を書かせていいかなと思ってます。で
今まだそんなにたくさん書けてはないんですけど、文章としては個人的には3.7よりも3.7ソネットよりも好きですね。はい。なんか、もしかしたらクロード3、今まで僕好きだったのってクロード3オーパスの文章が好きだったんですよ。でもね、それに近いか、もしかしたらそれよりも好きかもしれないっていうぐらい、今回のオーパスの文章は好きですね。はい。で、ちょっとね、やっぱ上限がきついんで、ガツガツたくさん試せてないんですけど、もっと論文の分析とか評価をね、させたいなって思いましたね。こいつがね、捉えてる部分が結構僕にはヒットしてるんで、この辺のね、検証を増やしていきたいなっていうのが、はい、今の気持ちですね。まだ1日目なんで、やっぱ回数が少ないんで、結論出しにくいんですけど、ただ、僕としてはこのね、オーパスをね、もっと磨いていきたいなと思ってます。ただこのね、上限が厳しいんで、本気でオーパスを使い倒すんだったら、ちょっとマックスプラン行かなきゃいけないかなって思い始めてます。はい。思い始めてますね。なので、ジェミニのウルトラプランを手放してこっちに行ってもいいかなって、個人的には思ってるぐらい、ちょっとね、オーパスのワクワク感が強いんですよ。今のところ。はい。っていうのが、今の結論です。はい。で、こっからはね、全然、ご覧にならなくてもいいかなと思ってます。今の結論が、全てなので、ここから先の話で、多分結論とか評価は覆らないと思うので、自分が何をどう思ったかっていうのをね、ちょっとお伝えさせてもらいたいので、少しお話をするんですけど、まずですね、これが、僕が前に作ってた論文読破プロンプトっていうのがあるんですよ。これをもともと作ってて、で、なんかね、うまく機能しないなっていう印象だったんですよ。なんかね、微妙だなと思ってて、で、これが今3.7ソネットで改めてやらせたやつなんですけど、この論文の中身を評価させて、で、この論文を理解するためには、どういう前提条件とか、どういう前提となるリテラシーが必要かみたいなのを分析させて、それを教えてくれて、で、なおかつ、この論文はどれぐらい信憑性が高いかっていうのを、教えてくれて、で、最後に、分析結果をバーっと書くみたいな感じなんですけど、3.7ソネットだと、こんな感じで結構ね、文章量多いんですよ。結構ね、文章量多いと思うんですけど、で、中身がね、ちょっとね、分かりにくいんですよね。これ読みにくかったりとか、やたらと英語を拾いがちだったりして、なんかうまく機能しないなと思ったんですよ。で、YAML プロンプトに変換して、なるべくこう構造が分かりやすいようにギュッとね凝縮してやってたんですけど、なんか微妙だなと思ってて、で、クロード4ソネットのシンキングの方ですね。で、やらせたら、アーティファクトの方を開いて、で、どういう中身の部分はこっちでわーっといろいろ言ってくれてて、結構ねシンプルなんですよね、この辺は。で、最終的な結果がこれなんですよ。割とシンプルにまとめてくれてて、結構効くなっていう感じがしてます。で、押さえてるポイントも若干ズレがあるんで、悪い意味でのズレじゃなくて、この辺を捉えた方がいいよみたいなところが、3.7ソネットよりも的確だなっていう印象を持ってます。はい。でですよ。これがクロード4オーパスのシンキングモードなんですけど、YAML プロンプトを拾ってどういうところを抽出しなきゃいけないかっていうのを自分でここでわざわざプロンプトを一回開いてここで確認をしてっていうのを何度も繰り返すんですよ。この動きとして。で、ここを出力しましたとか、このプロンプトにのっとってここを注入、見てますよみたいなのをやった後に最終的な結論がこれですと。で、結構ね、簡潔なんですよ。これ、僕としてはね、この働きとかこの動きをしてほしくって、プロンプト追従性高いなって思ってます、今。はい。結構いいんじゃないかなって。だからね、
こっちの方がね納得感もあるし、捉えてるポイントがそういうことだなっていうのがね分かりやすいんですよね。うん。でどの辺をどう拾ったかっていうのもちゃんと見てくれてるんで、個人的にはこういう出力の仕方するんだっていうのと、この手順をしっかり踏んでくれるんだっていうそのプロンプトをねちゃんとなぞってくれてる感じがはっきりしてて好印象です。はい。で出力の仕方そのものがやっぱり最初の印象としては GPT4.1 に似てるなって思ったんで、余計にそのプロンプト追従性が高いんじゃないかなっていうのが納得感があったって感じですかね。で他の論文を入れてもやっぱり同じような動きをしてちゃんと YAML の形式にのっとってくれて、で最後こういうところが革新ポイントですよっていう風に出してくれるんで、これは結構いいかもしれないなと思ってます。はい。であとは文章を書かせたんですよね、そのブログを。でブログもね結構僕としては好みなんですよ。このシリーズ12に関してはクロード 3.7 ソネットで書かせてる文章なんですよ。まあまあまあもちろんね全然この時点でも文句はなかったですし、個人的には好みだなって結構しっかりと簡潔に捉えられてるしまとまってるんで、で文章量もちゃんとブログとして成立する長さになってるし、あとはここに入れているプロンプトと、あとはこのナレッジ情報ですね、これをしっかりと使ってくれてるなっていうので全然不満なかったんですけど、これオーパスで書かせたんですよ。拾い方とか、あとはやっぱりね文字の表現、文章の表現としてやっぱりある程度僕が書いたように柔らかさを持ってほしいわけですよね、持たせてほしいんですけど、その柔らかさで言うとオーパスの方がねやっぱ柔らかいんですよね。僕が書きたいなと思ってる、あとは僕自身がこういう文体で今まで書いてきたよっていうのを指示で出してるんで、それをちゃんと拾ってくれてる感じが強いですね。うん。なんかソネットよりもオーパスの方が好きだなっていうのが今の結論ですね。だから文章そのものがめちゃくちゃグレードアップしてるかっていうとそんなことはないと思うんですよ。ただ確実に僕にヒットする文体を出してくれるなっていうのが今の印象ですね。はい。ここの初めの導入のところとかもそうだし、前回のおさらいポイントとかも出してくれてたりとか、これね結構いいんですよね。で今までにこういう回を踏んで、で今第4回ここですよっていうのがしてるんで、前回の振り返りをだから入れましたよみたいな感じなんですよ。これ結構ね、はい好きですわ。好きです。はい。だからプログラミングを僕はやってないのでじゃあねプログラムを書くのがどうかっていうのは正直わからないんですけど、でもコメントでいただいたのがもう 3.7 ソネットの時はもうエラー続きで全然うまくいかなかったものがクロード4オーパスにさせたら一発でエラー解消しましたっていうコメントをいただいたんですよ。だからそれはねやっぱすごいと思うんですよね。ディスコードメンバーの方の話なんで、その自作で MCP を作ってて、でそれがなかなかうまくいかなくって、もう今ずっと何日もかかってるんですっていう話はもともと聞いてたんですよ。でやっぱ MCP 自作するのって大変なんだな、難しいんだなって思ってたやつを、そのエラーを一発で解消したっていうのはやっぱりオーパスの能力は高いだけあるし強いっていうか高いんじゃないかなって、はい個人的には思ってます。うん、個人的にはそう思ってますね。なんでちょっと僕の気持ちは揺らいでますね。マックスプランいっちゃってもいいかもなっていうぐらい気持ちが揺らいでますね。でそれこそジェミニの最上位プラン、ウルトラプランとか、あとはチャット GPT のプロプランよりもマックスプランの方が安いんですよ。それはモデルの性能が上がるとかっていうのじゃなくて、単純に利用上限が増えるっていうだけの話なんで、差別化としてどうなんだって思ったんですけど、オーパスをたくさん使えるんだったらありかなって思いました、正直。
正直思っちゃいました。ちょっとね、今気持ちが揺れてますね。はい、ちょっと気持ちが揺れてますね。どうしたもんかなと思ってます。はい。で、ちょっと今、もうここからは完全に、最後雑談的な感じなんですけど、自分が今、これからね、ポートフォリオサイトを作ろうと思ってて、で、えっ、と、こんな感じのサイトにしたいなっていうのがね、見つかったんですよ。で、これを再現させてみようかなと思いまして、で、今やらせたらサイズがでかすぎますって言われちゃったので、ちょっとこのトトップの部分だけを切り出して、はい。で、これをちょっと再現させてみようかな。えっ、と、画像、画像のようなデザインのポートフォリオサイトを作りたいですと。ひとまず再現してもらえますか。まずは同じようなデザインで再現してください。はい。まあね、夜7時までレート制限かかっちゃって、もう今それが過ぎてるんで、もうすぐ8時なんで、レート制限が終わった段階で今ちょっともう一回使えるっていうところですね。いやー、ちょっとね、今本当にね、迷ってますね。このクロードフォーオーパスならマックスプラン行ってもいいかなって本当にちょっと思っちゃってますね。それぐらい僕にはヒットしてるんですよ。で、クロードコードっていうあるじゃないですか、機能が。あれがその、VS コードで、その拡張機能として、まあ、正式に追加できますよっていうのが発表されたんですけど、でもそれがなんかね、導入が結構難しいっていう話なんですよ。で、その導入の意味がね、ちょっと今のところ僕はキャッチができてないんですけど、多分 MCP サーバーを設定するのでいけるんじゃないかなと思ってるんですよね。で、またちょっとね、全然違う話で、そのクロードコードの MCP を僕設定できたんですよ。なので、クロードデスクトップで、あの、そのクロードコードを動かせるようになったんですね。なので、開発環境としては、クロードコードを全然使っていけるんですよ。で、なおかつ、オーパスでやれるっていう風に考えると、利用上限を上げといて、これからこのポートフォリオサイトをもう本気で進めていくっていうのは、やっていった方がいいかなってちょっと思ってんですよね。いましたね。もともとのサイトのデザインがこれで、今、クロード、オーパスが、あ、これソネットだ。ソネットでやっちゃった。失礼しました。ソネットでやっちゃいましたね。まあ、なので、まあ、ソネットはソネットでこんな感じだったよっていうので、ちょっとやり直しますね。ミスったな。オーパスだ。オーパスを選んで、まあ、ちょうどこれで比較ができるかなと思います。はい。ちょっと都合のいい解釈で申し訳ないんですけど。っていうのがね、ちょっとあるんですよ。クロードコードの MCP を設定できたんで、クロードコード使ってもうガンガンやっていくのはありだなと、はい、今思ってるんですよね。で、それこそ VS コードの中でクロードコードがもし僕がね、設定ができなくて使えなかったとしても、クロードのデスクトップと VS コードを
その MCP 連携ができるっていうところまでは行ってるんですよ、僕自身は。なのでそれで普通に開発していってもいいのかなってちょっと今思ってますね。で出力早いんですよね。結構早くないですか？これがね個人的にはいいなと思ってます。うん。あとはそのね、完成のデザインがどれぐらいのクオリティになるのかっていうところが最終的に気になるポイントですけど、これ結構ねありかなと思ってるんですね、マックスプラン。その3つの中で一番安いんですよね。うん。でオーパスがある程度使える。おー、来ましたね。あ、めっちゃ再現されてるじゃん。これですよ、投げた画像で。これが今オーパスで作った、再現してくださいっていうやつですね。でこっちがソネットで作ったやつなんで、やっぱ全然クオリティ違うな。全然違うわ。これオーパスです。やっぱオーパスの方がレベル高いな。明らかにレベルが高いな。だから日本語性能も高いし、やっぱこのウェブページを作らせるっていう能力もやっぱ高いし、うーん。ちょっとマックスプランちょっと本気で考えたくなりましたね、個人的には。クロードがそもそも好きっていうバイアスが強いのはあるんですけど、これはだいぶいいっすね。はい。ちょっと今迷ってますね。うん。ひとまずはそのもうちょっとね使ってみて様子を見たりとか、あとはそのクロードフォーオーパス用のプロンプトをもう他もいろいろ見直していこうと思ってるんですよ。今プロジェクトで作ってるもうこういうねプロンプトをオーパス用にちょっとブラッシュアップをして、でまた他でも使っていってっていうので、最終的に判断をする形にはなりますけどね、タイミングとしては。なのでもうちょっとやっぱ検証期間は持ちたいなとは思います。まだ今日出たばっかりで完全に結論を出すのはちょっと早計かなとは思うので、うん、ただ気持ち的には結構ね揺らいでるので、はい、そこも、選択肢に入れたまま、はい、ちょっといろいろさらに検証をしていきたいなと思います。なのでその辺はまたもしかしたら動画に撮り直すかもしれないし、ライブ配信の中で雑談的に皆さんに共有させてもらうかもしれないし、はい、少しちょっとね時間をしっかりかけて検証したいなと思います。はい。本当はね今日のこの話もいきなりもう1日目で結論出すのはやっぱどうかなと思ったんですよ。大して使えてないので実際に。ただひとまずは現時点でっていうので結論をね答えをひとまずは共有させてもらおうと思いました。はい、というわけで以上になります。